様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマはですね、娘が春に結婚式を挙げることになりまして、でその前撮りでリゾート地で前撮りをするので、サマードレスを、ちょっとこの生地で作ってみようかなということで、チャレンジをしております。実際にね、着てくれるかどうかはまだわからないんですけれども、娘のために洋服作りができるのはもう子供の頃以来なので、すごいね楽しみながら作っております。ということで、よかったら皆様も参考になればと思いますので、ぜひ動画の方最後までご覧いただきながら作り方の参考にしていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。ではまずこんな感じで市販の洋服をまず合わせていきます。こちらの作り方はですね、以前の動画でも紹介したことがありますので、過去の動画の方もご覧いただけたらと思います。お手持ちの洋服で着丈とか裾の幅とかフレアの感じとか、自分が一番気に入っているところの洋服をこの布に合わせていくところからスタートします。そして縫い代をだいたい1センチぐらいになるんですけれども、だいたいですねちょっと大きめに1.5センチで周囲のところをカットしていきます。こういう洋服を作るときはですね、大きなテーブルがあると便利なので、ダイニングテーブルとかスペースを有効に活用して作ってみてください。今回ロックミシンを使用しますので、ロータリーカッターでカットせずにハサミでちょっとねザクザクとカットしているところです。そしてカットしたところを終えたものがこちらになります。これを今度はもう1枚ワンピースになりますので、もう1枚取っていきます。その時のこの型紙代わりになりますので、実際にですね型紙は作らずに布で作っていきます。はい、ではこう重なったところでハサミでカットしていきます。こういう大きい布を使う時はウエイトが必要になります。こちらのウエイトはですね、手作りの作家さんのつながりで作っていただいたものになります。今ね販売されていないんですけれど、よくねお問い合わせいただくんですが、こういう面積の大きいものに使う時にこういう面積の広いウエイトを使うとずれにくくて非常に便利です。今回の洋着は 2.5 メートルになりました。
ざっと作ってますので適当なんですけれども、これを今度こちらの生地に合わせて裁断していきます。で今回は後ろ身ごろの方でリボンをつけますので、後ろ身ごろの方は輪ではなく1枚ずつ取るようにしていきます。目分量なんですけれども、だいたい縫い代1センチでカットしていきます。目分量でぴったりですね。よかった。後ろ身ごろの方はリボンを通すので1センチ縫い代を足しています。それでは今回使用するパーツの紹介になります。こちらはね、帯のようになってますけど、まだ長さ決まってないんですが、リボンを2本使います。そしてこちらが前身ごろ、後ろ身ごろ、2つともね、同じサイズで作ってます。それから、こちらは後ろの襟になります。こちらは前の襟ですね。で、裏面には1枚だけ接着芯を貼っています。薄手の接着芯になります。そしたらまず最初にこの脇の部分を三つ折りにしていきます。浅めのだいたい5ミリの三つ折りになります。反対側も同じようにして5ミリの三つ折りを作ります。そしたらこの際の部分を縫います。そしたら身ごろのこの襟ぐりのところに合い印を入れます。2つ折りにして、まず中央のところ、ここに合い印を入れておきます。V の合い印を入れましょう。でこの襟も同じようにして合い印を入れておきます。まず中央と重ねる方も同じようにしておくと仕上がりが綺麗かなと思います。今度はこの襟の部分のギャザーを作っていきます。粗ミシンは下糸と上糸を少し長めに、最初に5、6センチですね、長めにしておいてから、端から返し縫いをしないでやっていきます。縫い目の長さはですね、ギャザーをきれいにしたい場合はそこまで粗くしない3ぐらいでやっていきましょう。ざっくりとしたギャザーを作りたい場合は縫い目の長さ粗くしていきます。で最後も長めにして糸を切ります。同じように最初は端から5ミリのところで、次はその今縫ったところから5ミリのところを縫っていきます。そしたら4本まとめて縛っておきます。でギャザーを寄せる時は縫い始めの方が引っ張りにくくなるので、縫い終わりの方の上糸をこう2本まとめて引っ張っていきます。でギャザーを寄せていきます。特にミシンの糸を強くしたりとかしなくても、粗ミシンになってると引っ張ればこういう風にギャザー寄せていけますので、それではリボンを作ります。リボンはまず2つ折りにして、いつも持ち手を作る時と同じようにして、この両方の端をこう合わせていく四つ折りの方法になります。で最後にもう一度パタンと閉じてきれいに整えていきます。ではこのループエンドですね、リボンのエンドの縫い方の紹介をします。
以前もね別の動画で紹介してるんですけれども、ちょっと面白い方法、もっとね簡単にできる方法、知りましたので紹介したいと思います。今ね四つ折りに折った折り目ですね、この折り目を裏を表にしてね、裏側にしてこういうふうに2つ折りにします。そしたらもう一回折ってこんな感じで、このようにしてからこの部分を1センチ縫います。はい、こんな感じで1センチ縫ったとこですね。今裏面が見えてるとこなんですけど、これをねひっくり返していきます。こんな簡単だったんだっていうのをね後から知ったんですけど、ちょっとこの角の部分はねしっかり折り目つけておくといいですよ。でこう1回ずつ開いていくんですけど、そうすると表が見えてきますね。でこうなったところでもう1回ひっくり返します。でひっくり返したらこの角の部分を目打ちできれいに整えておきます。そうするとこれだけきれいにね出来上がりますので、そしたら際を縫っていきます。はい、こんな感じでね綺麗に出来上がりますね。是非試してみてください。はい、これでカフスを作っているところなんですけれども、このカフスをちょうどですね試着した後に修正をしているところです。リボンを少し下の方に下げて、この後上にボタンをつけてほしいということだったので、ここにこういう感じにピタッとなるようにボタンをつけていきます。鎖骨が出るようにというリクエストがあったので、こんな感じで2センチずつ間を空けて身ごろをつけていきます。でつけておいた合い印もうずれてますので、この部分でもう一度合い印を入れておきます。こんな感じで合い印を3点止めします。その後にギャザーをぎゅっとちょっと引っ張っていきます。そうするとバランスよくギャザーが寄せられるようになると思います。そしたら縫う面はですね、こちらを見ながら目打ちで整えながらギャザーの上を縫っていきます。では、前身ごろの方のギャザーがついたので、そしたら前身ごろと同じように 7mm を縫います。はい、そうするとこんな感じで間が空いて、こんな感じの仕上がりですね。ではラストですね。そしたら先ほど玉結びをしたこれですね、これを一回切っちゃいます。ギャザーのところを抜いていきます。縫い込んでる部分は抜かなくてもいいんですけど、これでスッと抜けていきます。はい、ではこれからですね、この際の部分を縫っていきます。普段バッグ作りだとこの際のところミシンで縫うんですけれども、ちょっとね仮縫いで仕上げた時にこの正面に身ごろのねこの正面の方に縫い目が見えるのがちょっとね不格好だったので、今回はちょっと距離長いんですけれども手縫いで仕上げていきます。でその手縫いで仕上げる時に便利なのがこういうものがあります。これね針を使う時によく利用している私のね愛用品なんですけれども、これ何かっていうと糸通しになるんですね。こうやって下ろすとこんな感じになってて、この穴に針を通します。でこの針の穴を正面に見ながら中に差し込みます。そしたらこの間のところに糸を通していきます。こんな感じで通します。通したら針がしっかりね刺さってる状態でカシャンってやったら
糸がねもう通ってる状態で出てきます。でこのまま引っ張ってあっという間に糸通しが完成という感じです。でよかったら Amazon とかでも販売されてますので、楽天とかね Amazon とかでも販売されてますので、よかったら参考にしてください。であと下のところに磁石があるんですよ。なのでこういう針とかこうやってピタッてくっつくの、これもねすごく便利ですよ。あとはこんな感じで待ち針とか入ってますけど、待ち針とか針とかをここに収納することができます。あと折れた針とかね入れておくのにもいいですよね。いざって時に使えるようになってます。よかったら参考にしてみてください。こんな風にね娘の洋服を作るのはもう何年ぶりなんだろうって感じなんですけれども、結構ね子供の頃は洋服よくね子供服作ったりしてたんですけどね、大人になってからもそんなにね手作り服なんて着る機会あんまりないですからね、作ってあげる機会もなかったですし、ちょっと気持ちを込めて丁寧に仕上げているところです。今回の動画も参考になれば嬉しいです。今年はせっかくね布も作っていただいたので、洋服作りちょっとねやっていきたいなっていうふうに思っております。でこちらの生地はですね、私がですねモロッコに行った時に壁の壁面になってたタイルの柄を写真に撮って、そこからデザインをさせていただいております。ちょっとねエスニックな感じの、デザインにはなってるかなとは思うんですけれども、こんな感じでワンピースにしてみたりトップスに仕立ててみたりっていうのも合う生地になってますので、よかったら今回の動画を参考にですね、皆様もご自身のお洋服作りに生かしていただけたらと思います。でスワニさんで生地を購入するとですね、1000円ごとに1枚無料のレシピがもらえます。なのでワンピースとかちょっと気になるデザインとかがあれば、あとレシピもらったりして作ってみてください。はい、できました。こんな感じでループもあるからこうやってここでピタッとくっつくような感じにしています。このボタンはねフランスのアンティークのボタンなんですけど、娘が選んでくれたのでちょっとここに採用してます。なのでこの洋服処分する時はこのボタンだけでもねちゃんと残しといてほしいなって思ってます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。